湯布院駅、にぎやかですね。再発見特別編。今回は大分県由布市湯の坪街道をぶらり散歩、ご紹介します。再発見特別編、今猫湯布院ぶらり旅。湯布岳がすごい。これは雪の湯布岳、迫力がありますね。湯布院は日本一の温泉県、大分のほぼ中央に位置し、全国2位と言われる源泉数を誇る温泉をはじめ、名峰湯布岳に見守られる場所にあります。湯の坪街道入り口から近隣湖までは、湯の町湯布院の歴史をゆっくり解説します。お楽しみに。お菓子屋さんですね。皆さんですね、旅行バッグというか、ボストンバッグを持って旅行バッグを持って見られているところを見ると、外国の方でしょうか。湯布院の住所は2種類の漢字が使用され、インターチェンジは湯布院、 JR は湯布院駅と表記が異なるため、観光客からするととても複雑です。これはなんだ、初めて見ましたというか5年ぶりなんで、これは初めて見ましたね。しかしどちらも間違っているわけではありません。もともと湯布院地方だったのですが、昭和30年に湯布院町と湯の平町が合併したことで、湯布院という地名が誕生。地元住民の中でも2つの名前を厳密に分けてはおらず、現在は湯布院とひらがなで表記することも多くなっています。湯布岳がすごい。こんなに迫力があるとは思いませんでした。久しぶりに来たらいろんなお店ができていますね。歓楽街を配した街並みは、東の軽井沢、西の湯布院と言われ、女性に人気があります。同じ温泉の街でも歓楽街が多く、夜ににぎわいを見せる別府市とは対照的な印象です。ここは湯布院通り。これはなんだこれ。すごい繁盛してるな。ドーナツ屋さんでしょうか。他の温泉地に見受けられる規模の大きい旅館が存在しないのもこの町の特徴です。東京都在住者を対象に、一度は行きたい温泉地というテーマでアンケートを実施。湯布院は草津に次いで全国2位になるほど人気が一層高まっています。いつものロールケーキ屋さんですが、ご覧のようにもまだ朝10時過ぎですけど、店内大変なことに。おお、これはすごいな。すごいことになってます。よし。湯布院温泉で
最もにぎわっている観光通りが駅から6分ほど歩いた地点から始まる湯の坪街道です。 JR 湯布院駅から近隣湖まで約30分の道のりにある湯の坪街道では、大分の特産品柚子胡椒などを販売している土産店や、ご当地グルメである鶏天などをいただける飲食店などが40店ほどあります。湯布院湯の坪商店街のホームページによると、1952年湯布院盆地をダム化して水力発電所を建設する案件があったそうです。しかし湯布院の地元の人たちはそれに反対し、美しい自然豊かな観光地として発展していくために努力し、現在の湯布院観光のメインストリートとなりました。江戸時代の情緒あふれる様子を参考に湯の坪街道を企画したそうです。撮影再開です。リスタートです。モンチッチのお店。よいしょ。どんぐりの森久しぶり来ましたが、すごいなあ。これはまだ人がすごいことちょっとあ、おはようございます。うお、なんだこれは。すごい。これはすごいなあ。こんなの多かった。まあいいや。すごいことになっていますね。湯布院どうですか。1000円の金賞コロッケ大変なことに。朝10時とは思いませんね。うわー、すごい。なんだこれは。
黒ごままんじゅうとかできてる。本当、横丁だ。このようになっています。魚の足湯のようですね。ちょっとくるりと入っていますけど。そうですね。おー、足湯。足湯人気ですね。おー。お、5年ぶりに来たら変わってますね。お、こんなのが、うわ、こんななんか建物ができてますね。おお。すごいな。こっちはなんかお土産物屋さんですね。ちょっとぐるっと回ってみました。日本語はほとんど聞こえません。そんな風になってるかな。すごいな。そうそうそう。朝10時過ぎですが、人があまりにも多いですね。猫屋敷、湯布院の猫屋敷があります。これはなんだ。あれ、こんなオルゴールの森。昭和か。
こちらになってくるとだいぶ静かになりますね。こんなフクロウの森がありますね。フクロウの森からちょっと近隣湖方面に行きます。こういうアミューズメントもありますね。ずーっと来て駐車場近辺ですが、なんだこれはミッフィーですね。ミッフィーのお店ができてますね。ちびっこに大人気です。ちびっこに大人気ですね。スヌーピーのお店もできてますね。すごい、こういうのができてる。前何のお店か覚えてませんが、スヌーピーのお店ができてます。さすがにここまで来ると人の波はありませんね。よいしょよいしょ。川の流れを聞きますね。ホタルのよう銭湯とかありますね。こういう感じです。それから5年久しぶりに来たらなんかすごいのが立ってますね。木阿弥の社、体験工房みたいなのかな。こちら亀の井別荘、亀の井別荘になりますね。
こちらが田之倉の入り口になります。料亭田之倉。これが田之倉ですね。田之倉になります。さて次は金鱗湖に行ってみましょう。こちらパン屋さんです。超人気のパン屋さんです。すごいですね。それでは金鱗湖ちょっと一周してみましょう。湯の坪街道を抜けると散策のゴールである湯布院の観光名所金鱗湖へ到着。半分は温泉、半分は冷泉が湧くという珍しい湖で、その影響から秋冬のシーズンには朝霧の絶景が望めます。周囲が約400メートルほどだと思われます。すごいな。湖で泳ぐ魚の鱗が夕日で金色に輝いているのを見て、明治時代の儒学者が金鱗湖と名付けたとされています。湖には清水と温泉が流れ込んでおり、一年中水温が高いため、秋から冬の早朝には気温等の条件が揃えば湖面から湯気が立ち上がります。その光景はとても幻想的で美しいので、早起きして見に行く価値があります。湖周辺は散策路が整備されているので、ぜひ魚や水鳥を眺めながら散策してみてくださいね。すいません、どうも。じゃあ。すいません。よいしょ、ごめんなさい。はい。多いですね、人が。ごめんなさい、すいません。すいません。すごいな。ちょっと晴れ間が出てますね。ごめんなさい、すいません。向こう行って散策ルートですね。ごめんなさい、すいません。よしよしよし。こちらちょっとした公園っぽくなってますね。
込んでいるようですね。近隣区に水が流れ込んでいます。これは神社がありますね。あ、向こう岸から見ていた鳥居がこちらから見えます。あ、ごめんなさい、すみません。おお、こういうことか。再発見特別編。今猫湯布院ぶらり旅。こちらの静かなお店は湯布院金鱗湖のそばにあります。この湯布院の地で30年以上続く老舗レストランランプ社。午前11時開店と同時にお店に入ると、今回は外国人観光客の姿はありませんでした。店内は徐々にお客さんが増えますが、時間が流れるのを静かに楽しめるお店です。おすすめは豊後牛のハンバーグステーキ特製ソース。豊後牛の肉汁があふれ出す絶妙な焼き加減と柔らかさと深い味わいのステーキです。窓際のカウンター席からは金鱗湖の四季の移ろいを楽しめますよ。こちらは湯布院駅からうなぎ姫神社方面へ向かう道の途中にあるきれいなカフェです。店内から雄大な由布岳を見ることができます。このお店は1994年に湯布院駅前に開店。24年間営業を続け、2018年の4月にこちらに移転しました。このプリンは卵の味が濃くて美味しいですよ。少し固めですが旨味がすごいです。たまたまかもしれませんが、こちらのお店も外国人観光客は多くなく、店内は静かで落ち着ける雰囲気でした。このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。今回は湯布院で古くより地元の人に親しまれてきた神社です。うなぎ姫神社をご紹介します。再発見特別編、湯布院探訪。うなぎ姫神社は観光客でにぎわいのある街中から少し離れた場所にあり、森に囲まれたとっても静かで落ち着いた神社です。国の床たちの命をはじめとするぬ柱を祭神とすることから別名六所宮と呼ばれ、古くより地元の人に親しまれてきた神社です。
神社の歴史は古く、社殿には大和武尊の父親である慶光天皇の九州征々の際に祭りを営んだという歴史が残されています。名前については諸説ありますが、一つの説を紹介します。湯布院は弥生時代以来の遺跡を持つ沼でした。古くより土地の開墾は水との戦いの連続で、人々は治水に頭を悩ましていたそうです。そこで動物のうなぎを沢沼の精霊として祀ったことが神社の由来となったうなぎ姫ではないかと言われています。神門から中に入った時に正面に見る社殿の風景が美しく、神社の周りは大きな杉や森に囲まれ、荘厳でいかにもパワースポットの雰囲気。湯布院旅行の際にはぜひ訪れてみてくださいね。このチャンネルがいいねと思われた方、チャンネル登録よろしくお願いします。再発見特別編。今猫湯布院ぶらり旅。こちらの紫檀湯は湯布院の観光名所である金鱗湖の湖畔にあります。実は混浴のお風呂なんです。ご興味ある方は行ってみてくださいね。さて、今昼過ぎの金鱗湖ですが、よーく見ると湯気が見えますよ。この湖は水と温泉水が湧き出しています。そのため1年を通して水温が13度から15度と高く、冬の冷え込んだ日には湖面から霧が立ち上がる幻想的な風景を見ることができます。今回は残念ながら見ることはできませんでした。お宿のお風呂に入りますよ。ここで湯布院の温泉の紹介をしますと、湯布院は日本第2位と言われる約900もの源泉数と、日本第3位の毎分38,600リットルの湧出量を誇っています。多くが単純温泉またはアルカリ性単純温泉に分類されるそうです。単純温泉は刺激が少なく、お湯に癖がないことから、お子様からお年寄りまでの幅広い年齢の方や外国の方も安心して入浴できます。お肌もツルツルになりますよ。ぜひ湯布院の温泉へお越しくださいね。このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いします。温泉の紹介の後は再び湯の壺街道へ。今度は金鱗湖から街道入り口までゆっくりとお店の紹介をしますよ。お楽しみに。九州の軽井沢、のどかで優雅な時を過ごせる全国屈指の人気温泉地湯布院は、
大分県の中央に位置するエリアです。その湯布院の湯の壺街道をぶらりのんびりお店を見ていきますよ。再発見特別編。まねこ湯布院ぶらり旅。こちらのお店に面白いものがあります。こちらのお土産屋さんは近隣湖から徒歩3分にあるのいちご。お土産だけではなく店内にレストランがありますのでピザトーも食べられます。お店の特徴は鯉の池。きれいな鯉がたくさんいますのでちびっこに大人気ですよ。スヌーピー茶屋湯布院です。三重県の伊勢店、大分県の湯布院店、京都府の錦店、北海道の小樽店と現在日本全国4カ所。2021年12月10日に湯布院店は移転オープンしました。スヌーピーやピーナッツギャングに囲まれた店内では和のスイーツを楽しむことができますよ。グッズショップでは温泉や自然をモチーフにした旅の思い出にぴったりの湯布院限定グッズを販売しています。観光バス。ひまねこは湯布院限定のエコバッグを購入しました。お土産でパンパンに膨らみました。美味しい紅茶も購入しましたよ。すごい。湯布院唐揚げ。すごいなこれ。唐揚げ屋さんもすごい並んでますね。湯布院にもあいつがいるな。湯布院にもこれはミッフィーか。ミッフィーのお店がありますね。うわーしまった。これはすごい。車も入ってきています。車もまあ生活道路なんでしょうがないですね。このように車も入っています。とにもかくにもすごいにぎわいですね。大分県の湯布院フローラルビレッジを知っていますか？まるで海外のような街並みを作るグッズショップが集まった無料で入れるフォトスポットです。ここが賛否両論と言われるゆえんを現地に確かめに行ってみました。再発見特別編。ひまねこ湯布院ぶらり旅。近隣湖の方から歩いてくるとおしゃれな門が見えてきました。こちらは不思議の国へプチトリップ、湯布院フローラルビレッジ。小さなお店がいっぱいですね。あ、どうぞ。すいません、ごめんなさい。うわ、小さい子にはすごい人気です。2012年にオープン。映画ハリーポッターの撮影地にも採用された世界一美しい村と言われるイギリスコッツウォルズ地方の村を再現した小規模テーマパークです。イングリッシュガーデン風の敷地内ではフクロウや猫と触れ合えるそうですよ。
無料で入れるフォトスポットなんですが、ここが賛否両論あるそうです。おお、すごい。あ、これはフクロウの置物ですね。昼頃はこのように人が多くて写真を撮るのが難しいので、朝や夕方がおすすめです。フクロウの森や猫の森は有料となります。なんかちっちゃな村がいきなり出現しているような感じですね。猫の森があります。キャットカフェすごい。なんかよくわからんけど、ハイジをやってる。2017年9月にオープンしたアルプスの少女ハイジの泉。ハイジたちと記念撮影をしたり、オリジナルグッズの購入ができます。アルプスの少女ハイジの漫画をあなたは見たことがありますか？今猫は足の不自由なクララが立つシーンが感動的で大好きです。なんかよくわからない一角に迷い込んでしまいましたが、ハイジの泉というお店みたいですね。とてもいいやつ。こちらはフクロウの森ですね。一応それではもう一度湯の坪通りを下っていってみましょう。これはすごいことになっています。道端で皆さん食べてますね。しかしともかく駐車場がない状況ですね。このお店のお客さんとこのカオス状態になっています。観光道路といわゆるこのように交通機関、バスなどの、車道ですね、通り道が一緒になってますので、こういう状況になりますね。確かに賑わうのはいいことでしょうけど、交通状態がものすごい悪い状況というか、非常にカオス的な状態になっています。お、すごい車。金賞コロッケは食べようと思いましたが、この並びは怖い。これはすごい。こちらが交通ポイントとなります。それではですね、午後の様子
を見ていきたいと思います。それでは、第2部スタートです。オルゴールの森、ガラスの森のところを左折で駅に向かってみましょう。すごい賑わいになってますね。こちらは猫の森とフクロウの森ですね。これはカレーパンの専門店多そうですね。うわ、今午後1時ぐらいですが、皆さん食事をされているようです。手仕事によるこだわりの作品に触れるギャラリー空。湯布院在住の陶芸作家の夫妻が始めた手作り作家の作品を集めたセレクトショップ。お二人の作品を中心に陶器やガラス、竹や和紙を使ったものやアクセサリーなど全国各地の作家さんたちによるハンドメイド作品がずらりと並びます。オムブルーカフェは湯布院の手作り雑貨と器のお店です。地元の作家さんの作品を中心にしたハンドメイドのクラフトや陶器を扱うお店。旅先でかわいいお土産を探すにはうってつけの雑貨屋さんです。店名を見てカフェだと思う人も多いのですが、ここは大分在住の作家さんによる手作り小物やアクセサリー、陶器などを扱う素敵な雑貨屋さんです。20年以上前から湯の坪街道の人気ショップとして注目されています。ひまねこは今回星型のストラップにパンケーキをかたどったブローチを購入しましたよ。ひまねこはパンケーキが大好きなんです。ふわふわしていて大好き。星型も大好きです。願い事が叶いそうな気分になりますからね。湯布院駅方向に行ってみましょう。続きです。
パン焼き本店、すごい。牧野屋。湯布院の湯の坪街道から玉の湯の方の通路に入ってすぐのところにあるパン屋さん、牧野屋。店舗前で食べることもできますよ。店頭には天然酵母が決め手のこだわりのパンが並びます。お店は10時から販売ですが、どのパンもいつもすぐ売り切れになります。今回は無事買うことができました。こちらのぶどうパンです。これラストの1本でした。干しぶどうたっぷりのぶどうパンを、美味しかった。ちなみにひまねこのおすすめはかぼちゃ入りぶどうパン。生地にかぼちゃが練り込んであり、かぼちゃ好きにはたまりませんよ。今回は売り切れでしたけどね。午前中もすごかったんですが、午後はより一層ですね、人が増えています。金賞コロッケもこのような状態ですね。
はすごい、これは危ないけど普通の車道ですからしょうがないですね。こちら湯布院ドゥパルファン、実は日本一のモンチッチ専門店。店内は決して大きなお店ではないのですが、可愛らしい小物や雑貨がたくさん揃っています。特に目を引くのがモンチッチです。大きなぬいぐるみから小さなものまで数多く並んでいます。モンチッチ好きにはたまらないお店です。地元の方にとっては新鮮な野菜や果物を使った色とりどりのピクルス、草湾コスモス四季工房。旅館草湾コスモスがプロデュースする地元湯布院を中心とした取れたての新鮮な野菜や果物を使ったピクルスの専門店です。大根、きゅうり、パプリカをはじめとした野菜のピクルスだけではなく、イチジクやイチゴなど珍しい果物のピクルスもありますよ。湯布院湯の坪街道のお店ぶらり気ままに歩いてきました。いかがでしたか？このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンを、気に入っていただけたらチャンネル登録お願いしますね。